千葉県市原市上総鶴舞。この辺りで昔起きたあるたたりの話、今回紹介したいと思います。この辺りの地名の昔呼ばれたあざ名にあたると思うんですけど、雪下沢っていう場所があるんです。漢字で書くと雪が溶ける沢って書くんですけど、その由来がちょっと面白くて、ある一族の怨念、その怨念の熱量が強すぎて、雪が降っても積もらない。たとえどんなに大雪が降っても、それがたちまちに溶けてしまう。そう言われているんです。事の発端は、永禄7年、1564年頃、戦国時代ですね。この頃、千葉県で起きた合戦で、第二次河野大合戦っていうのがありまして、千葉県の阿波や上総、この辺りを支配していたのが里見家。そこと神奈川県ですね、相模小田原城ですね。伊勢市北条家。この二つってずっと昔から仲が悪くて、何世代か前の先祖の代からずっと遺恨を残している。もともとは久保同士の兄弟喧嘩。それに巻き込まれたというか飛び込んだって感じなんですけど、ずっと仇同士って感じなんですよね。その流れの中で第二次河野大合戦、今の千葉県の松戸市、あの近辺で起きたんですけど、見事、北条軍が勝ちました。大敗した里見軍は上総の国まで逃げ帰ってきたわけです。それから間もなくして、河野大合戦の勝ちに乗じて、北条方は上総の国に進軍してくるわけで、まず君津市にある秋元城っていうお城を落としました。そこを根城にしつつ、今度は市原市、この上総鶴舞にある池和田城ってお城があるんですけど、そこを攻め始めたんです。里見方、池和田城城主は多賀九郎と、この多賀一族にまつわるたたり、怨念の話です。城攻めが始まった最初のうちは、同じ里見方、近隣にある大滝城、そこの城主、正木時重に援護を受けていて、必死に防いで戦ってたんですけど、3ヶ月ほど経ったある日、味方から裏切り者が出たんです。それが吉山七太郎っていう人で、この人相模生まれなんですね。それでいて、主人、多賀九郎とに恨みを持っていて、時節が来たなら帰り中、裏切りですね。恨みを晴らそうと考えていた。今こそチャンスと考えて、攻め寄せてきた北条勢の中に矢踏みを飛ばせて合図をして、夜中に車内に火をかけたんです。火はたちまち櫓に燃え尽き、北条勢は威勢を上げて攻めかかった。城兵はなすすべも知らず、皆脇小口から抜け出して敗走したのであると。地元に伝えられるところによると、多賀勢は北西に向かって逃れた。しかし北条勢はこれを追撃。多賀勢は雪下沢まで来たのだが、北条勢の一部は先回りをしていて、雪下沢のあたりで待ち伏せていた。多賀勢は山際に追い詰められ、ここで包囲されて全滅した。という風に伝わってます。この時、城の近くに誰の手によってかわからないんですけど、次のような落首を書いた高札が立てられたそうです。正木にて、唯たる桶の田が切れて、水もたまらぬ池の輪高な。地名と、多賀市の多賀と、桶の枠を止める多賀。これらをかけて、うまいこと言っておちょくったりしたわけです。それでいて多賀勢は全滅。池和田城主である多賀九郎との夫人、嫁さんですね。
落城前に城から脱出してるんです。近くにあるトウモロコシ畑の中に逃れて身を隠してたらしいんですけど、トウモロコシの葉が風に揺れたのを敵が来たと勘違いして、畑の中で自殺してしまった。その出来事を哀れんでか、この近辺の人たちってトウモロコシ畑をもう二度と作ってないし、食べないそうです。そんな話もありました。今、映像に出ているのが池端城址。一応、今は神社っぽい形になってるんですけど、お城の跡なんかは何もないですね。あとは、この辺りって、矢田とか矢口って言って、武器の矢、その漢字を当てている場所が多いんですけど、もしかすると、この永禄7年のね、北条と池端の高勢との合戦に関係があるんじゃないかって言われてます。追い詰められた高勢と追い詰めた北条勢が最後の矢合戦をしたところなんじゃないかって言われてますね。この場所は自治会館に当たるんですけど、やっぱりなんか神様っぽいものが祀られてますね。神社みたいになってて、お賽銭がついてて、そんな建物が建ってて、そのすぐ横には、なんか土盛りみたいのされてて、こんもり小さい丘みたいのが作られていて、おそらく古墳なんでしょうかね。頂上付近には石に彫られた仏様みたいなのが祀られてました。ここまでが地域にまつわる民話、古臭い昔話、伝説なんですけど、これから話す話は実際に起きたことらしいですよ。昭和19年、1944年、太平洋戦争末期の頃ですね。池端にある養老川とその支流平蔵川の合流点近くの山林で、クワガタの兜の中に入っていた頭蓋骨が池端に住む A さんによって掘り出された。頭蓋骨を包み込んだ兜は大きく広がった松の根株の真下に吸い付けられたように食い込んでいて、A さんが松の根株を掘り出した時はそれと気づかなかったそうである。もちろん兜が腐食していて土もたくさんついていたからであろう。この松の大木は発掘当時の状況から推察して頭蓋骨を埋めた後、その上に目印として植えられたものと考えられる。松の根株は2、3人の大人が手をつながなければ一回りしきれないほどの太さであったというから、優に樹齢4、500年のものであったに違いない。A さんが自分の持ち山の松の根株を掘っていたところ、偶然に発見したものである。この当時、戦車とか飛行機の燃料不足を補うために、日本各地で盛んに松の木、根株が掘り出され、焼根油、いわゆる油ですね。木材から油を抽出して、それを燃料に変える。そのための松の根株を掘り出すっていうのが池和田周辺でもあったみたいです。1ヶ月ほど放置して、よく乾燥させて、これから油を抽出しようっていう時に、根っこの部分にカブト首がついてたんですね。池端城で当時、クワガタの兜をかぶっていた人物、城主か城主クラスの人になるんですけど、合戦を支援した正木時重は大滝城に配送してるんです。多賀九郎との弟は北条方に射殺されて首級を挙げられているんで、この人ではない。となると、城主である多賀九郎とのものではないかと言われてます。おそらく、さっきの雪下沢周辺で自害して、家臣の誰かが北条方に首級を上げさせないように、近くの川の方まで首を持って逃げて、そこで埋めたんではないかなって考えられてます。そんな兜首を掘り出してしまった A さん一家に、昭和21年、22年、23年にかけて、
様々な災いが襲いかかってきたらしいんです。家族の中にわけもわからぬ胃腸炎や肝臓病などにかかるものが次々に出たり、常識では到底考えられないような、ちょっとしたことで足を骨折したりする事故が続発してこの一家を震え上がらせた。そしてとうとう家族の一人が胃腸の病気で亡くなるに及んで、恐れは最高に達した。A さん一家はなんとかこの不幸から逃れたい一心で、あちこちの神社や寺などに参謀して必死に祈祷した。しかし一向に効き目がなかった。相変わらず奇妙な病人は続出し、思わぬ事故も起こるのである。そこで思いついたのが、この無縁仏とも言うべき頭蓋骨を供養することであった。頭蓋骨を埋めたところに土盛りをし、お坊さんに来てもらって手厚く供養した。すると不思議にも病気にかかっていた二人の家族がたちまち全壊した。そればかりでなく、一家に不幸が全く途絶えたのである。この時になって A さんは初めて、今までの不幸はあの妙な頭蓋骨のたたりだったに違いないと痛切に感じた。ということである。ある資料から抜粋というか参考にさせてもらってるんですけど、この資料を作った人は実際に A さんに取材して話を聞いて記録してるんです。池和田城城主、多賀玄人の怨念の話ですね。たたった兜首の話。今映像に出ている山林は平蔵川周辺なんですけど、この山林を進んでいくと養老川とぶつかります。この山林の中から兜首が出たんですね。この話を僕は子供の頃に知ってて、っていうのもうちは里見家の諸家にあたるんですね。戦国時代なんかに関わりを持った家でもあると思うんですね。池和田城の話って、事故物件の心霊の動画でちょっと触れたことがあるかもしれないですね。今回資料が手元にあったので、いい機会なので動画にしてみました。